家にいるだけでも、軍が通りかかって窓から銃で撃ったりするから。コロナで死ぬより、撃たれて死ぬ方が確率が高いぐらいになってるってことだからね。日本人がするべきことって何だと思う？はい。情報発信を通じてミャンマーのことを、知る。なぜ軍事政権じゃ悪いかっていう質問が出てくるかもしれないけど、ミャンマーは1962年から2011年までずっと軍事政権で、市民たちはすごい苦しんでたんだよね。自由じゃなかったし、それは一番大きな問題だけど、で、例えば国がすごい遅れてるから、なんか携帯さえ贅沢なものだったんだ。で、例えば、日本で今、携帯買うとしたら、いろんなモバイル会社とかと契約して、すごい安い値段で買える場合もあるんじゃない？でも、ミャンマーでは、2011年まではそういうのなかった。で、例えば、携帯本体は特に問題じゃないけど、SIM カードってすごい、高かったんだよね。SIM カード1枚買うに、日本円で20万から50万までかけなきゃいけなくて、で、そういうお金持ちの人じゃないとなかなか携帯が使えない。そうだから、で、いろいろ不便なことがあって、で、その時代で育った僕もその90年代、1991年に生まれたから、で、よくそういう辛い経験をしたんだよね。そうだから2011までちゃんとしたネットもなくて、みんながネットを使えるように普及してきたのはつい最近。だからネットとか使えるようになると、人って自由っていうことにすごい実感するんじゃない？だからネットを使えない、いろいろネット制限されてたり、遮断されたりするから、そういう意味でいろいろ自分の自由が奪われてるから、みんな不満ばかりだよね。今の時代で何か情報を知りたいときに、すぐ Google とか使っちゃうんだ。だからそういう使おうとしてもネットがないから、もう昔に戻っちゃうから、そういうところでいろいろ自由じゃなくなるから、すごい心配だよね。そうだよね。前の軍事政権の時の教育ってどんな感じ？ちょっと昔の話に戻っちゃうけど、ミャンマーは昔イギリスの植民地だったんだよね。1948年までミャンマーはイギリスの植民地で、1948年に独立した。で、その後に民主政府ができて、1961年までは民主政府だった。当時、ミャンマーはすごい発展してて、東南アジアの中で一番っていうか、すごく発展している国と知られてて、なんか大学なんかね、ヤンゴン大学って言うんだけど、ヤンゴンにある国立の大学、当時はすごい一番有名な大学で、海外から留学生とかが来るんだよ。それぐらいのレベルの教育制度だったから、いろんな面で成功している国と知られていた。でも、1962年にネウィン将軍っていう軍人がクーデターを起こして、目的としては自分の利益のために自分の都合によって国をコントロールしたいからクーデターを起こした。簡潔に言うとそうなるけど、いろいろ複雑だけど、そんでクーデターを起こして、何でも国営化したんだよね。例えば僕が持っているビジネスとか、自分のものが政府に奪われちゃうっていう感じになった。そう、だから何でも国のものになっちゃった時代だったから、すごい市民たち苦労してたんだよね。で、それで何でも国営化しちゃって、その、ネウィン将軍が教育を使って市民たちをミャンマー国民全体的に皆さんを洗脳しようとしたんだよね。でだからその時から教育制度を利用して、例えば教科書の中で歴史の授業だと歴史の教科書あるじゃん。で、その教科書に載っているのはビルマ人たちはすごい偉い。何しても偉い。あと他の民族たちと戦争とか行ってもいつも勝つからっていうふうにビルマ主義を広めようとしたんだよね。で、ミャンマーってすごい少数民族たくさんあるから135個以降もあるんだよね。で、その中で一番人口的に多いのは8つ
あって、うん。で、この中で一番人口的に多いのはビルマ族。うん。で、だから、そのネオイン将軍っていう人がビルマ主義を広めようとしたんだよね。それで、少数民族たちってもともと自分たちの地域があって、そこで自治区として管理したりしてたんだけど、あと昔の問題戻らなきゃいけないから、まあ、ここで簡潔に言うと、その少数民族たちは、自分たちの自治区が欲しい。自分たちの言葉で学校の教育をやりたい。で、訴えてるのに、で、国営化されちゃったから、全部ビルマ化になったんだよね。なるほど。だから少数民族たちの学校でもビルマ語で授業をやらなきゃいけなくなって、でそれによって少数民族たちって自分たちの文化とか言葉とかなくなってくるんじゃん。でそこが問題の始まりっていうか、もうそこから問題は悪化してくるんだよね。なるほどね。そう。だから今もミャンマー全体的にビルマ語を使われて、まあほとんどの学校でビルマ語を使われてて、少数民族たちの地域では自分たちの言葉なくなるのが嫌だから、その言葉を学校で使っている。なるほど。ところもあって、だから、その少数民族たちが自分の自治区が欲しいって言っている人たちもいるから、その人たちは今ミャンマー軍と戦ってたりする。戦争が行ったり、そう。だから、内戦がね、ずっと続いてる。その1962年からずっと続いてて、もう半世紀以上だよね。今もまだある。だからそういう面で、それは少数民族たちの教育の中でそういう問題があります。あと、ビルマ族がたくさんいる地域でも、その教育の問題があるんだよね。そういうビルマ族は偉い、軍人たちは偉いっていうふうに思うようになるために、教育を利用している。から、教育の質はめちゃくちゃ悪い。そう僕もそういう教育制度の中で育ったから、すごい、痛感しちゃう。教育の話をすると。なるほど。ビルマからミャンマーに名前変わったじゃん。変わったよね。それも、ミャンマーっていう言葉は、1988年にもすごい反政府運動が行われてて、当時、その軍事政権の人たちが、いきなり、ビルマっていう国の名前を、ミャンマーって書いたんだよね。で具体的に僕はあんまり詳しくないけど、僕が思うのは、その軍人たちはビルマをミャンマーに変えます。なぜかというと、ミャンマーはビルマ族一人だけを表す言葉じゃない。で、それに少数民族たち、ビルマ族も含めて、皆さんを表す名前だから、ミャンマーにしようって変えたんだよね。でも、ちょうど1988年に反政府運動がすごい激しく行われている時に、そういういきなり名前を変えるっていうのは怪しいんじゃない？だから僕は思うのは、当時1988年にデモに参加している人たち、デモに集中できなくなるように、国の名前を変えたと思ってる。ちょっと混乱を招くために。さっき大学の教育の話出たんだけど、ミャンマーでは大学行くために、高校の最後の1年に試験、国全体的に行うセンター試験みたいな試験があって、高校のそれを受けて点数が出てくるわけ。でその点数でどこの大学に行くかを決める。なるほど。例えば、今点数一番高いのは550何点とか。中で500点以上の人たちは医学大学に入れる。そうですね。で、あとは外国語大学とか工学大学とかはちょっと点数が低い。だから自分がもし医学大学に行きたいなら点数は高くなければならない。そう、点数で決められちゃう。でそれに、男性と女性の、大学から求めている点数は男性と女性違うんだよね。例えば、そう、それはただ差別の問題だと思う。例えば、女性は520点じゃないと医学大学に入れない。なのに男性は500点で入れる。っていうのは、女性の方はすごい高く求められている。それはただの差別だよね。だから女性たちは自分はお医者さんになりたいのに、点数は520点じゃないから入れない。で、それをみんなが
当たり前と思っていることが問題。実は日本も確かあったよ。医学部受験で女性が差別されるっていうことがあったと思う。だからまあ、ね、それは、まあまあ、もしかしたら極端な話かもしれないけど、日本にもある問題かもしれないですね。ミャンマーにどんな国にこれからなってほしいと思う？どんな国になってほしいかな。まあ、発展途上国も先進国もみんなそれなりに自分たちの社会問題とかいろいろあるわけだから、将来どんな国になってほしいとかじゃなくて、自分ができることをして、できればミャンマーを、ミャンマーの国民たちが平和な生活をして、先進国みたいに、戦争のことで生活できないっていう風なことがなくなるように願っています。例えば教育問題とか経済問題とかたくさんあるから言い切れないし、すべてを一気に改善させてほしいっていうのもすごい理想すぎだけど、まあね、今のところ、とりあえず今クーデターが終わったら自分ができることをして国をサポートしてあげたいと思ってる。教育についてなんか勉強したりしているから、教育の面でそのミャンマーの助けになりたいと思ってるんだよね。そうだね。さっきもお話したんだけれど、少数民族、ビルマ族もそうなんだけどね。ビルマ族の学校で使われている教科書とかももうダメだし、もう、3つぐらいの世代に使われている教科書なんだから、すっごい古いんだよね。そういう教科書なんか内容を、その時代によって変えないと、ダメじゃん。どう考えてもダメだよね。だから、まだまだ、改革中の地域もあるけどね、国際機関の協力で、例えば日本の JICA は今ミャンマーの、小学校の教科書を作ることに協力してくれている。そういうところから始まるといいけど、で、それが途中で今クーデターを起こしたからもう進まないって感じだよね。だからそういうのを改善することにサポートしたい。教科書についてのちょっと補足という感じでちょっと聞きたいことがあるんだけど、M 君はその教科書を使って勉強してきて、それがやっぱりね、正しいと思って子供の時ってね、そうやって勉強するでしょ。信じるじゃない。で、それが、その洗脳教育みたいな感じだと思うんだけど、それが間違ってるって気がついたり、なんか、自分洗脳されてるなって、どうやって気がついたの？これは違うって。全くなかった。そう。みんな全くないと思うけど、で、教科書の内容に、これなんか間違ってるなって気がする人もいるかもしれないけど、ミャンマーの文化はあるし、軍人たちが作った、教育制度の問題もあるし、例えばテストと試験の話をしたい。で、学校で勉強した内容、例えば、ミャンマーで一番問題になっているのは、丸暗記教育って言ってね、何でも暗記するんだよね。日本も暗記する、教育みたいな教育だと言われているけど、ミャンマーの方がもっとやばい。第一次世界大戦について歴史の教科書を例えて言うと、その起き事に関して書かれている文章が、1ページあるとしたら、その1ページを最初先生は授業で説明する。その内容のままね、その中に書いてないものとかは全然話してくれない場合が多くて、それを先生が説明してくれて、で、学生は家に帰った後にそれを丸暗記する。もう詩を読むみたいな。それを最初から最後まで全部覚えて、で、次の日に先生のとこにいて、それを本を見ないでそのまま先生に言えたら OK。で、テストとか試験とかもそうだし、テストで、この文章について書いてください。さっき言った文章について書いてくださいって書いてたら、それをそのまんま書く。で、その中でもし、そうでしたっていう言葉を自分の言い方で言い換えて、そうだったですって言ったら、もうそれはダメ。
なぜかというと、教科書の中でそうでしたって書いてあるから。で、死にましたっていう言葉を死亡しましたって変えちゃダメ。それは、点数が下がるから、そうすると。で、そういう教育なんだから、もう言葉がないよね。なんていうの、べきところが全然変わってしまってるよね、それって。そう。だからみんな思想とかね、全然発展しないし、なんか、クリティカルティンキングとか、全然なくて、これが問題になっているっていう意識さえもともとないんだよね。で、しかも先生に質問しちゃダメな教育なんだよね。で、優しい先生はたまにいるけど、ほとんどはそういう質問しちゃダメって考えてる人たちが多いから、先生これは何ですかって聞くと、あっち行けみたいな。あとは何かについて、先生これわかんないんです。説明してくれませんかって聞きに行ったら、これぐらいはしろよみたいな。まずは叱られる。これ以上ね、ひどくなってほしくないよね。それって民主主義に変わってちょっと変わったの？ちょっと変えようとしている段階だよね。10年も経ってるけど、国全体的にすごいやばいから、一歩ずつね、ゆっくり変えていかないと、なのに途中でクーデターがあって。今こんな感じってことか。今こんな感じです。なるほど。じゃあ全然まだ先に進まないっていうか、もうまたひどくなってしまうかもしれないっていうね、恐怖があるよね。さっき話したじゃん、記者会見で群馬言ってたのは、2年分の授業を1年内に受けさせるなんて。全部丸暗記のってことだよね。自主の拷問だよね、それ。笑っちゃうよね。もういろいろと信じられないね。今こんなことが起きてるなんて。結構日本からね、こんな近くの国でね、こういうことが起きてるって、もっとね、知られるべきだと思う。